こんにちは、高弘です。今日は海外フォトコンに挑戦してみようの回の第2回です。今日おすすめする一つ目は、ソニーワールドフォトグラフィーアワードです。世界最大と言ってもいいくらいのフォトコンテストなので、フォトコン未経験の人でも聞いたことがあるかもしれません。募集している写真のカテゴリーも当然多いです。風景、ポートレート、ストリート、他何でもいきます。そしてレベルに合わせていくつかの部門があります。普通はこの一般部門に応募します。締め切りは2025年の1月3日。ソニーは毎年これぐらいの時期が締め切りです。なので僕はだいたい年末にこのソニーのフォトコンに出して1年を終えるというのがいつものスケジュールになっています。参加費は無料です。無料で3枚出せます。この無料で出せるっていうのは大きいですね。しかもオンラインで全て完結します。紙で提出しろとか面倒なことは言われません。完全に未発表のものでなくても OK です。ただし撮影日が2024年1月1日以降のものに限ります。ここは一つ注意してください。今年の写真しか出せないです。2年前とか3年前に撮った写真を間違って出さないように気をつけてください。それさえ注意すればあとは条件的に緩いです。提出する写真の形式やサイズなど詳しい情報は公式ページで確認してください。ソニーの場合は他の海外フォトコンと違い全部日本語で書かれてあるものが用意されているのでその点もハードルが低いと思います。で、このソニーの一般部門に応募してどうなれば嬉しいかというと、まず各カテゴリーのショートリストに入るという入賞ルートがあります。ここでは最終候補者と書かれてあります。これが一つ王道のルートです。そしてもう一つ国別に分かれて入賞作が選ばれます。ナショナル&リージョナルアワードってやつです。日本から1、2、3位を、アメリカから1、2、3位をというふうに国別に3位までが選出されます。日本では日本部門賞として位置づけられています。一般部門に応募すれば自動的にこの日本部門賞にもエントリーされます。過去の日本人受賞者ではこの部門で選ばれたという人が多いと思います。僕もその中の一人です。ストリートを取るならこの日本部門賞が狙い目です。直近3年の傾向を見ても3位以内にストリート写真が必ず選ばれています。逆に日本のフォトコンでよく見る風景写真、四季の美しさを捉えたような写真はかなり少ないという印象です。もちろんあることはあるんですが、日本のフォトコンだともう全部それって感じがあるので、それとこのソニーのフォトコンではかなりテイストが違うと言えるでしょう。日本部門賞で3位までに入ると、ソニーのカメラとレンズが商品としてもらえます。僕の時はソニー α7 IV と 24-105mm のレンズ、合わせて45万相当のものをいただきました。プライズがでかいという点もソニーの特徴です。普通の海外フォトコンだとカテゴリーの1位に入ったとしてもこれほどの商品はもらえないです。無料で応募できて商品がすごい。もちろん名誉もついてきます。応募条件も緩め。これはもう出さない理由がないですね。皆さん年末はソニーワールドフォトグラフィーアワードのエントリーを済ませてから年を越してください。もう一つおすすめする海外フォトコンはFAPAファインアートフォトグラフィーアワードです。締め切りは2025年2月16日。単写真なら24ドル、シリーズ写真なら29ドルかかります。こちらのフォトコンはソニーよりもだいぶコンパクトなコンペです。ファインアートと名前がついているようにかなり表現とかコンセプトが重視されるフォトコンです。バリバリ尖った作品が多いように思います。日本のフォトコンでは絶対に見ない写真ばかりです。ストリート部門もありますが、コンセプチュアルな写真や抽象的な写真を撮る人におすすめしたいです。過去の受賞作を見て自分に合ってるなと思ったらぜひ挑戦してみてください。動画の概要欄にリンクを貼っておきます。
最後にフォトコンつながりで告知させてください。当チャンネルでも小さなフォトコンテストを開催します。第2回となります。第1回は5月にやりましたね。前回と同じでテーマは都市です。締め切りは12月10日。当然参加費は無料です。詳細は当チャンネルのコミュニティ欄を見てください。入選作品は年末にこのチャンネルで紹介したいと思います。皆さんのご参加お待ちしています。それではまた。